皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は4月上旬です。撮影した日の天気は晴れ、また朝方の最低気温は6度でしたが、日中の最高気温は14度に達しました。日中の寒さはだいぶ緩んできましたが、朝晩を中心にまだまだ冷え込みます。そのためこうやって巣箱に麻布をかぶせて保温しています。日中はこうやって巣門には麻布がかぶさらないようにしています。しかし日が沈む頃になると洗濯バサミを外して麻布が巣門の前に覆いかぶさるようにします。そもそも蜂たちは夜になると巣門を通じてほとんど出入りしなくなりますし、また冷たい夜風が巣門から巣箱の中に直接吹き込むことはできるだけ避けなくてはいけないからです。さて今回の動画からは撮影の際に檻に触れドローンを使うようにします。ですからドローンに搭載したカメラの目線を通じて一体どういったものが見えてくるのかを手始めにお示しすることが今回のテーマの一つになります。また内見をやっている最中のことなのですが、蜂たちの動きというか雰囲気というか気分というかうまい言葉が見つからないので漠然とした言い方になってしまって大変に申し訳ないのですが、そういったものの中に何やらちょっと気になるものが感じ取られましたので、その点についてもここでお伝えすることにしましょう。ともあれまずは内見の様子を紹介しましょう。内見の目的の一つは女王蜂の健在を確認することです。はい、ということで女王蜂は元気です。ただいきなりなのですが、いつもはもう少しどっしりと構えている女王蜂が今回は非常に落ち着きなく動き回っているのが気になります。また周辺の働き蜂の様子もいつもと少し違います。普段だと女王蜂の方に頭を向けて女王蜂を取り囲むようにロイヤルカートを作っている働き蜂たちが、今回は女王蜂そっちのけで巣房の中に頭を突っ込んでいます。ただ女王蜂は順調に産卵しています。この辺りにはすでに入っている巣房に蓋がかぶさった有害胞児がいます。また拡大してみるとまだ蓋のついていない巣房に入っている幼虫の無害胞児もいることがわかります。それでは働き蜂たちはお腹を空かせているのでしょうか。お腹を空かせているから女王蜂が出す女王物質には点で無関心で、むしろ蜜房に溜まっている餌に執着しているのでしょうか。しかしどうもそういうことでもなさそうです。この辺は蜜が溜まっているエリアですが、蜂たちが本当にお腹を空かせているのならばこの辺はもっと繁盛していても良さそうなものですが、しかし実際にはご覧のように閑散としています。蓋がかぶさっている蜜房には昨年の秋に蜂たちが集めた蜜が蓄えられています。蓋がついていない蜜房の底には黒光りしているゼリーが見えます。これは蜂たちが越冬が明けてから集めてきた蜜や人間が春先のお弁当として蜂に持たせてあげた砂糖水です。ただ4月上旬の北海道の野山に蜜源になりそうな植物はあまり見られません。依然として冬枯れの茶色が優勢です。しかし注意してみるとすでに春がやってきていることがわかります。フキノトウです。それと川柳です。ただしこの2つだけです。それ以外のものを自然界の中に見つけてみろと言われたとしても、それはちょっと無理な相談です。巣門の前に陣取って蜂たちが餌を集めて帰ってくる時の様子をしばらく見張ることにしましょう。どうでしょう。蜂たちが帰ってくる時に足につけているお土産の花粉のお団子に少なくとも2つの種類があることがわかります。白色のお団子と黄色のお団子です。
調べた文献によると、フキノトウの花粉は白色で、柳の花粉は黄色だと言っています。こうなってくると、白い団子はフキノトウの花粉で、黄色い団子は川柳の花粉のように思えてきます。このように考える状況証拠は、すでに揃っているように思います。しかし、この程度の認識にとどまっていたならば、昨年から大した進歩はしてはいません。今年はぜひともミツバチがフキノトウや川柳を訪れている現場を実際にこの目で見てみたいものです。ファーブルは昆虫記の中で蜂の行動を観察する際に最も大切なものは忍耐だと言っています。そこでここではファーブル先生の教えに従って花のそばでミツバチがやってくるのをじっと待ってみることにしましょう。養蜂場のそばにフキノトウが固まって咲いているところがありましたので、そこに座り込んで待ちました。30分間待ち続けましたが、ミツバチがやってくる気配は全くありません。30分間待ちぼうけを食らったくらいで忍耐を語るなというツッコミがありそうですが、これがタンポポやクローバーやユウゼンギクならば次から次とミツバチがやってくるところです。どうしてミツバチはやってこないのでしょうか。観察した場所が巣箱に近すぎるということが問題なのでしょうか。巣箱のすぐそばの花が提供する餌は真っ先に刈り取られてしまったので、もはやすっからかんになってしまったとでも言うのでしょうか。だからミツバチたちは見向きもしないのでしょうか。このように考えてみると、巣箱から少し離れたところに咲いているフキノトウにも観察する範囲を広げてみる必要がありそうです。なお、先ほどから映っている巣紋の映像からもわかるように、巣箱は越冬中にかなり汚れました。そのため、これから本格的な秋蜜の季節がやってくる前に、巣箱を取り替えることになります。これらは交換に使うための新品、あるいはきれいに清掃した箱です。ニスを塗って乾かしているところです。さて、ドローンを使ってフキノトウを空中から探すことにしましょう。なお、今回、川柳は観察の対象から外しています。川柳の花は主に2メートル以上の高いところにあって直接に観察しづらいからです。巣箱のあたりから飛び立ったところですが、蜂にも風景はこのように見えるのでしょうか。養蜂場の北には小さな川を挟んで牧草地が広がっています。そして牧草地の向こう側は山林です。日高地方は日本有数の軽種馬生産地です。これまで歴史に名を留める数々の名馬を輩出してきました。また、日高牛の名で知られる肉牛の生産地でもあります。それでは、ドローンのカメラを下に向けて、牧草地にフキノトウが咲いているのかどうか、一つ調べてみることにしましょう。はい、フキノトウがそこここに咲いていることがわかります。なお、ドローンは初版の事情から今のところは庭先で試験的に飛ばしている程度です。本格的な飛行は5月から行うことになりますので、どうぞご期待ください。ドローンの機種の方向を変えてみます。牧草地の他には温室ハウスが目につきます。温室ハウスではトマトや牡蠣のほか、レタスやほうれん草の冬野菜も栽培されています。牧草地では登録されている農薬が少ないために、一般に農薬はあまり使われていません。それでは短かったですが、今回は庭先でのテスト飛行なので、そろそろ帰還することにします。茶色の屋根が越冬に使った納屋です。養蜂場に向かってどんどんと降りて行きます。蜂の目にもこのように見えるのでしょうか。さて、空中から観察したところ、隣接する牧草地にもフキノトウがあることが分かりました。そこで、今度は徒歩で
蜂が餌集めをしている現場を抑えようと、期待を胸に抱いて、調べに行きます。ただ、ここでも、期待は外れてしまいました。今回は、作戦を変えて、一箇所でじっと待っているのではなくて、そこここに咲いてるフキノトウを、訪ねて歩いたのです。やはり、30分ほど探し回りましたが、フキノトウにお客さんに呼ばれているミツバチは、結局、ただの一頭も見つけることができませんでした。時刻は14時を少し回ったところです。ただ、鹿がやってきている痕跡は見つかりました。それでは、次に、今回のもう一つの話題である、蜂の様子がおかしい、という点に戻りましょう。どうでしょう。蜂は大変に興奮して落ち着きなくブンブンと言って騒がしいように見えます。この日は朝から夕方までずっとこういった調子でした。おかげで私はお尻の剣で10回ほどチクリとやられてしまいました。ただ刺された箇所はそれほど腫れませんでした。蜂たちは興奮して刺しはしたものの、毒はあまり出さなかったように思います。彼女たちがどうしてこんなに興奮していたのかは今もってわかりません。ということで、今回は4月上旬の植物とミツバチの興奮状態についてお話ししました。また、5月以降にドローンを使った撮影を行う予告もしました。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう。さようなら。